どうもハイタイドのコウスケとエマです。お久しぶりです。今回はですね、サムネイルとかタイトルをちょっと見ていただいた通り、視聴者の皆さんにハイタイドから大事なお知らせがあって、ちょっとこの動画を作らせていただいてます。はい、担当直入に言わせていただきますけど、帰国することになりました。はい、ちょっと帰国じゃないけど、僕からしたら帰国じゃないんですけど、まだ海外やまだ海外やけど僕たちハイタイドニュージーランドに戻ることになりました。パチ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 いやー、このねちょっとお知らせはオーストラリアにいらっしゃる視聴者の方はちょっと残念と思っちゃうかもしれないですけど、おそらくニュージーランドに住んでらっしゃる視聴者の方は喜んでいただけると信じてますニュージーランドに、帰る日にちは一応まだちょっと確定ではないんですけど、11月の半ばぐらいかな。そう、11月の半ばぐらいにクライストチャーチにイエーイ。戻ろうと思っておりますので、このことだけをちょっと視聴者に伝えたいなと思ってちょっとこの動画を撮らせていただきました。はい、これからはな、オーストラリアに来るきっかけ、からオーストラリアに何が起こったか、結構いろいろ起こっちゃって、そういうこともちょっと話していきたいなと思ってます。はい、であとはなんでニュージーランドに戻ることになったのかっていうのも、オーストラリアに何が起こったかっていうことも含めて全てお話しさせていただきますので、興味のある方は今からちょっと見ていただければいいなと思います。この動画しょうもないと思ってる方がおったらもうめっちゃごめんすいません。でも皆さんにハイタイドの何が起こったかとか、僕たちのプライベートのことも知っていただきたいので、最後までご視聴いただければいいなと思います。はい。じゃあまずはなんでオーストラリアに来ることになったかから話していきたいと思いますけど、私ニュージーランド人でクライストチャーチ出身なんですけど、オーストラリアに来る前はクライストチャーチに住んでて、でその町に育てられてずっとおったから、やっぱ違うとこ行ってみたいなと思って。そう、だから、僕はニュージーランドにいて海外にいたから、ちょっと自分でもちょっと成長してるなと思ってたんですけど、エマもニュージーランドから出てちょっと海外でずっと地元におったらなかなか成長できひんやろなと思って、もっとチャレンジしたいなって思ったから、2人でオーストラリアに行くことになりました。そう、オーストラリアとニュージーランドちょっとあんまり変わりないけどでも2人でちょっと海外生活を2人で体験しようということでオーストラリアに行くことになりました。あとオーストラリアの方が給料いいんでちょっとお金稼げるかなとか思って、ちょっとそれもあってオーストラリアに来ました。好きなのをやりながらな働けるから、そうだ、めっちゃ良かった。そういうちょっと面もあってオーストラリアを選びましたね。はい。じゃあ今からは何がちょっとオーストラリアに来た時に起こったハイタイドにね起こったことをちょっと説明したいんですけど、この間インスタグラムポストでね、投稿でな、投稿でどんなことが起きたかっていうのはざっくりちょっと説明させていただいたんですけど、やっぱり動画で、きちんとほんまにどんなことが鮮明に起こったのかっていうのを説明させていただきたいと思います。じゃあまずオーストラリアに来るのにやっぱビザって絶対必要なんですよ。旅行に来るのもツアリストビザが必要やし、でワーキングホリデービザも必要ということで、僕たちが決めた時に、ワーキングホリデー取らなあかんなってなったんですけど、なんか知らんけど僕その8ヶ月ぐらい前にワーキングホリデーを申請してて、なかなかちょっと連絡が来なくて、その時実はもうエマとオーストラリア行こうかみたいな話をしてたんですよ。で僕の仕事のオファーも来てたからどうしようか話してたけど、でそのために一応申請したけど何も来へんくて、もういいかと思って、コウスケがオークランドに他の仕事をオファーされたから、ホテルのやつそれで、オークランドに住むっていうことになったんですね。でそれを得てオーストラリアに行こうってなった時に、あれワーキングホリデービザどうなったっけみたいになってでパッて調べたらいや俺ワーホリあるわみたいな。でも期限がなあと1ヶ月、その時1月やったな。その時は1月でなんか1月の29日までに国は入らなあかんみたいな書いてあって、もうこの時1月29日も入らないとワーホリビザなくなりますよって書いてあって、どうしようみたいな。俺行かなあかんわみたいな。ほんでその時週7回働いてたからなかなか休み取れへんくて、どうしようみたいな。そうで急遽ねオーストラリアに行くことに僕が一人でちょっとオーストラリアに入って、ほんで帰ってみたいな。その時にちょっといろいろ友達とか、僕の妹もいたんで
ちょっと行ってワーホリ1日だけそうゴールドコーストに行ってきたもんな。1日だけゴールドコースト500ドルぐらいえぐい往復500ドルもうやばかっ払ってたなそれ。そう1日だけ、ゴールドコーストに泊まってそうでニュージー帰ってきました。そうほんでその時コウスケが私とパートナーシップビザ持ってたニュージーのやつ、うんでニュージーのビザを持ちながらオーストラリアのビザを同時に持てるかとかそういうそうなんかいけへんかなみたいな心配してて何回かイミグレーションに電話したけそうどなかなか誰も答え知らんくてそうだからオーストラリアに行ったけどもしかしてニュージーに帰ったらもう入国しちゃあかんですよって言われる可能性があんちゃうかってそうそれでめっちゃ、なあ大変やったな。ストレスやばかったな、あれお金も使ったしうんストレスも大変で、なあオーストラリア来るまでに大変やったなあまず、それでなんとか乗り越えて無事にオーストラリアに来れたんですけど、やっぱりオーストラリアで仕事取るのがすごく大変やって、もう1ヶ月間ぐらいかかったもんな、 1ヶ月ぐらいうん仕事取るのに時間かかってそれなもっともっと時間かかってる方がおると思いますけど、ニュージーと比べたらな結構早く取れるんちゃうかって思ったけど、やっぱり時間かかっちゃったな。時間かかその予備のお金がなくてったそうちょっときつかった。お金がどんどん減っていくからもうお金ないわってなってどうしようニュージーに帰らないかんみたいな。そう来たとこやのに仕事決まらんから今はそこから仕事はちゃんと決まって、もう僕がホテルで仕事を取って働き始めたんですけど、その時にこの間多分動画も作ったけど、もう働いて 2,3 日の時に私の仕事の初日の時にそう今の仕事の初日の時に僕がもう髄膜炎っていうのにかかってしまって運ばれて、緊急でちょっと入院することになってしまって、そう死ぬかと思ったマジで。そうもう頭が痛くてほんま大変だったんですよ。でそこで運ばれたりしてで、治療というか入院ちょっとして、入院して退院して帰ったけどまたしんどくなってやばいまた入院したんですよ。でそれでちょっといろんなこともあって保険に入ってなかったから5,000ドル、損しました。はい、損しました。もう取られました 5,000ドルね。今分割で払ってるけどな、それしょっぱなそんな怒ったからもそううお金めっちゃきつかった。もう最初の給料日まではもう私ガチで80ドルしかなかった。そうだから仕事も全然取れへんくてで減ってたのにそれにプラス病院運ばれてこんな 5,000 ドルとかなったからもう本当にどうしたらいいか分からなかったですねその時は。で私その時にやってた仕事はセールス結構ストレスが溜まってたもんな、そんな仕事やったことなくてで結構なんか積極的にこれ買ってくださいみたいに言わなあかんくてあんま性格に合わへんかったもんな、それでストレスが結構溜まっててな。である日職場行ってる時に実はちょっと車を事故っちゃったんですね。高速道路で事故で連絡来て僕生きてるみたいなそう感じで思って俺でもそれで無事やったけどそう私も相手も無事やったけど、面積が1200ドルそう取られて車の保険に入ったんですけどその面積として1200ドル払わなあかんくなってもうそれが僕の病院終わった3週間後とか3週間後そうにはいもう1200ドル払ってくださいっつって俺らも終わったってなってでそれでこんな立て続けに悪いことが起きてしまってお金もなくなっていくし、オーストラリアに来るなって言われてんのかなみたいな感じで思ってしまって運命で変えてくださいって言われてるみたいなもうニュージーに帰ってくださいって言われてんのかなってなってでもその時僕がビザはなかったんでニュージーランドのでだから、とりあえず何か起きた時のためにニュージーランドのパートナーシップビザを申請しましょうってまたなって仕事を辞めて他の仕事取ろうとしても、取れへんかったら結局帰らなあかん私が、帰らなコウスケがビザなくてオーストラリアに乗るままやから遠距離になっちゃうんよまた。そうだからビザを申請してで、奇跡的に2日で2日で降りた2日で降りたんですよ。2日でそうパートナーシップビザで降りた。そういうとこも俺も多分ニュージーに帰った方がいいんじゃないかなっていうとこも思ったよ。これニュージーに帰らなあかんやつや。そうでそっからビザが降りてそのビザが今年の11月30日までにニュージーランドに入らないともうビザがなくなっちゃいますよっていうなんか条件やったんでほんならもう11月の半ばぐらいに戻ろうかっていう話になってだから11月半ばにニュージーランドに戻ることになりました。そうほんまはもうちょっと長くオーストラリアに行きたかったけど、しゃあないな。ほんでちょっと余談なんですけどもうほんまにこんな悪いことが起きてたから絶対なんか僕らもう悪霊取り付いてんちゃうみたいなもう幽霊にほんまにそうほんまあの話幽霊に取り付かれてんちゃうかなってなってでももうエマこれあかんわみたいになっていやほんまに悪いこと起きてたから
ちょっとベランダでもう塩まこうぜっつってお互い裸なってもう必死やったもんね。そう必死やったもん必死やったもうなんかあるなんかあると思って絶対なんかあるから悪いこと起こりすぎてどうしようもないみたいな。もう裸なって「わー!」とか言ってうわ塩バーンってかけてほんでもう冷たい水ピシャーンかけてでもそれぐらいやるななんかもうやばかったもん。でもそれしてから何も起こってなそいう悪いこと。それしてだからなんか何やったか分からへんけど絶対なんかあったな。悪魔絶対おったわ。それは分からへんけどでもなんかそう信じてる。私の運じゃない。そうのぐらいやばかったです本当に、でまあこんな立て続けに悪いことが起こった上に、まあ、ちょっと個人的にはオーストラリアやっぱニュージーランドと比べたら僕たちやっぱニュージーランドの方が好きやったんですね。気づいたな。そうほんで、まあ、特にクライストチャーチにしばらく住んでたからクライストチャーチって本当にもうフラットでビルがないんですよ、5階建て以上のビルはもうないかなほとんど、ほとんどないな。そっからブリスベンに来てそうもうすごいもうビルだらけビル車だらけで、まあ、そうもう人混みはマジで。そうそれにちょっとまあ、エマの方が疲れてると思うけど僕もそれにちょっとしんどくて大阪人にしてもそうでもしばらく日本に戻ってないからやっぱそっから来たからだいぶしんどかったんですよ。確かオーストラリアは乳児の人口の6倍ぐらいそう結構やばいから面積は広いけどそれにしてもブリスベンだけはクライストチャーチの3倍ぐらいやから。そうだから僕たちの個人的にはやっぱニュージーランドの方が好きやったなっていうことを、まあ、オーストラリアに来て気づいてそっからやっぱもう帰りたいなそう恋しいなみたいな。そう2人でもうクライストチャーチに戻ってしばらくはちょっとクライストチャーチで生計を立てながらちょっともっとこう人生をビルドアップしていこうかなって決意しました、でまあ一つの手段としては、まあ、一応オーストラリアにもパートナーシップビザを取って住むことはできたんですけどそのビザがなんか50万ぐらいかかるからそんなお金そんなお金ないお金残ってないからそんなお金残ってないからそういやもうそれやったらもう帰りますってなって、まあもうオーストラリアはもういいかなっていう話になったな。まあ、あと海外から日本人がニュージーランドのパートナーシップビザを申請したら無料っていうそう無料やってのがあってなんか知らんけどそこもう絶対乳児戻れって言われてんなみたいななもうなんか全てがそっちに向きになってしかもなんかニュージーランドに帰るって決めてから結構いいことがポン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 って起きてきたりとか、なんかそういうのがあったから別に幽霊とかそういうなんかスピリチュアル的なのをめちゃくちゃ信じてるわけじゃないけどなんかそういう風になんか行かなあかんって言われてるんちゃうかなみたいになってニュージーに戻ることにしたな。それでは最後にハイタイドがオーストラリアに来て気づいたこと、良かったこと、後悔したこと、あとはちょっとした皆さんにワーホリに対するアドバイスもあげたいなと思ってます。すいませんちょっとなんか僕たちの話がちょっとぐちゃぐちゃってなってるかもしれんけどもうほんまにこれはもう素で伝えたいことやから、ちょっと分かりにくくても、ちょっと頑張って理解してください。すいません、はい、まずは健康保険を取ってください。いやもう当たり前やろってみんな思ってるやろ思ってるけど私たちももう取るつもりやったけどまだ仕事取ってへんくて給料が入ってないからもうちょっと我慢しようかみたいな感じで、ちょうど康介が入院する前に取ろうかって2人で話したけどそう悪くなそうなってしまったから保険は皆さん絶対取ってくださいね。お願いします。ワーホリ行くとかもうオーストラリア俺ワーホリ行くも20万で行くも保険なんかいらんとか思ってても絶対なんか起きるからそういう時に限って俺もそう思ってたけどもうこうなっちゃったから絶対取ってください。はい、ともう一つ言えることは皆さんって海外に住んでる人ってなんかいいなとかなんか海外ってなんかスローでめっちゃ楽しそうやなって思ってるかもしれないですけど実際にはほんまにめっちゃ大変やし傍から見たらそういう風に見えるかもしれないけどもうほんまにその言語が伝えれないとか病院で運ばれた時とかも英語で理解できないとかこんなハプニングがめっちゃ起きるんですね、だからほんまにめっちゃ簡単なことじゃないし本当に大変やからなんかそういう予想外のことがいっぱい起こっちゃう予想外のことがめちゃくちゃ起きるから、やっぱりそういうことをもっとこう考えてそのワーキングホリデーとか留学に行こうっていう決意をしていただいた方がいいなと思います。判断する上での要素としてちょっと僕たちの経験をもとにちょっと使ってほしいなって思いますね。で良かったこととしては、人としてはめっちゃ成長できた。ああもうそうやね。カップルとしてもな、カップルとしてもめちゃくちゃ大変なことがあったからお互い支え合っていかないとダメやから、やっぱそこはな人としてもその僕たちのこの恋愛関係としてもすごく成長できたと思います。それの超えられてもほんまに強くなったなと思う。強くなった、でもう一つは僕たち YouTube をやって僕たちのことを知ってらっしゃる視聴者の方もオーストラリアにいましたし、やっぱその YouTube を通してすごい素敵な
方に友達とかね出会うことができたので、そこはもうありがたい。そうほんまに来てよかったなって思いいいます。友達作れたなと思う、来てよかったと思いますし、あとはもう自分たちのほんまにやりたいことっていうのが見つかったかもしれないですね、人生の。それはまた話すけど。そう、それはまた話しますけど、でもこういうことがやっぱ来てよかったなって、やっぱ来てこんだけ苦労しないと得れへんかったことやなっていう後悔してないなふうにそうも思うようにしてます、ポジティブに。大変やったけど後悔してない。そう、ちょっと視聴者の皆さんにはなんで僕たちがニュージーランドに戻るのかっていうのをちょっと理解していただきたくて、こういう動画を作りました。ちょっと長くなっちゃってすみません。そう長くなっちゃったけど、理解してもらうにはな、これぐらいしなあかんかったと思うし、逃げるとかじゃなくてやっぱこれが一番ちゃんと理由がある。そう理由があって適した決断やなと思って僕たちで決断しました。ご了承お願いいたします。ご了承オッケーオッケーお願いしますでニュージーランドに戻ってからもこれから変わらず国際恋愛のこととか英語のことで、またニュージーランドの生活とか、そうやな。そうオーストラリアに住んでた時と比べてやっぱニュージーランドはこうやなっていう動画とかも作っていきたいと思ってますので、ぜひ僕たちの動画をね楽しんでいただいて応援していただけたらいいなと思います。思います。これからもよろしくお願いいたします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。